こんにちは、まやありかです。今回はですね、2022年1月に訪れた白川郷の様子をシェアします。まずは今回宿泊した高山駅の目の前にある東急ステイのホテルの様子と、そして翌日は白川郷の街中の散策の様子をお伝えします。初日3時ごろホテルに着いて、早速ホテルにチェックインします。529、こちら529ですよ。529いやそうじゃんすごい縁起のいい529、新しい匂いがするね530、529ありました。すごい縁起がいいですね。こっちにタッチかな。じゃあ早速なんかいい感じ。本当だ。すごいランドリーがあるね。このなんかちょっとしたくつろぎ空間。ねそれ。3人ね。なんか3人いても全然いい。3人いてもいい感じですね。ちゃんとケトルもあるし、なんかちょっと長期滞在にも適したような感じのランドリーと、あとこの電子レンジもあるから、なんか買ってキッチンできるし、ちゃんと洗剤もついてますね。バスルームはどんな感じでしょうか。よいしょ。一人暮らしのお部屋みたい。セパレートのね、ちゃんとしたね、ビジネスホテルですね。ファシリティがもう全部ピカピカだね。ねえ、ほんとピカピカ。このホテルは2020年にオープンしたばかりなので、本当に全てがピカピカでした。そして必要なものは一通り揃っているので、とても便利です。冷蔵庫とかコップですね。よいしょ。すごい、本当に長期滞在に向いてる。よいしょ。もちろんテレビもあります。そしてこのホテルのもう一つの特徴は、飛騨高山の職人さんたちの技をとてもリスペクトしていて、客室やホテル内の至るところにそういった職人さんたちの作品が置かれているところです。こちらも畳と染め物のスリッパとなっていますが、使い捨てを使いたい方のためにそういったものも常備されています。そして旅の楽しみは何といっても温泉ですよね。こちらのホテルは本当に館内すべてが木のぬくもりで満たされていて、歩いているだけでもとても癒されます。大浴場はこのようになっていて、男性と女性用のお風呂が毎日入れ替わっているようです。そして数種類の貸し切り露天風呂や足湯もあって、自分の旅のペースに合わせていろいろな温泉の楽しみ方ができます。お風呂の湯船も木や石や、そして焼き物など、その地元の素材を生かしたとても自然と一体となれるようなお風呂ばかりでした。私はいろんなタイプのお風呂を体験してみたかったので、夜と翌日の朝両方のお風呂を楽しみました。こちらはお風呂上がりに少し休憩するコーナーです。コロナの前は飲み物なんかも用意されていたみたいですが、今は何もありませんでしたが、それでもゆっくりと木のぬくもりの中で休むことができます。足湯と貸し切り風呂。こっちが足湯ですよ。ほら、もうすでに。ヒノキのいい香りがします。うわ、ダイニングじゃん。
素敵。こちらも飛騨高山の職人さんたちの作品で満たされた、ゆっくりと滞在できるくつろぎのリビングスペースです。ちょっと月が見えるよ。真正面に満月。すごい。すごいね。やば。やばいやばいこれ。やば。黒いぐらい。そうだね。いや、すごい。贅沢だ。贅沢。確かにこの涼しいわ。涼しい中でこの足湯だ、やっぱり。ね。うん。はあ、気持ちいい。まだ降ってきたかな、ちょっと。雪？うん。チリチリチリって聞こえるけど、これはつららかなんかが垂れてるんですか。満月を眺めながらの足湯は本当に身も心も癒されました。あっという間に翌日の朝です。ここにしちゃいましょうか。ね。あ、食事中になってるからここ？朝ごはんは地元の食材を生かしたビュッフェスタイルのメニューです。いろんな種類のフレッシュジュースにビネガードリンクもありました。そしてお味噌汁、朝からカレーまで用意されています。こちらは和定食用の卵やお豆、そして地元のお豆腐です。地元のおばんざいメニューがすごく豊富で、やっぱりこうなったら洋食よりも和定食を作りたいと思います。こちらは飛騨高山名物の朴葉味噌というメニューです。とてもご飯が進みます。もちろんパスタやフライドポテトなど洋食メニューも豊富です。自分でお好みのパンを焼けるコーナーもありました。サラダやデザートもあって全部は食べきれないので何を取ろうか本当に迷います。朝からチーズケーキとティラミス、シュークリームを。藁で作った飛騨高山名物のこも豆腐、そして温泉卵にご飯、お味噌汁にビネガードリンク、朝から栄養満点です。そして小さなケーキがあるのもすごく嬉しいポイントです。でこの味噌がなんか葉っぱの上に乗ってた味噌、これはこう名物っぽいからね、これはどこでも見かけた。これ豆腐に乗っけたら美味しい。朝ごはんを済ました後、さっと露天風呂に行ってあっという間にチェックアウトの時間です。いよいよこの旅の大本命、世界遺産白川郷に向かいます。飛騨高山駅からは車で約1時間の道のりです。
あまりにたくさん雪が降ってしまうとこの道路が閉鎖されてしまうため、たまに白川郷までたどり着けないツアーもあるそうなのですが、私たちが行った時は幸いしっかりと雪かきがされていて道路を使うことができました。飛騨高山までとそれ以降の雪の深さ、そして雪の積もり方が全然違ってきています。渋滞することもなく、本当に1時間ほどで順調に白川郷に到着です。バス停からは5、6分ほど歩いたところに村の入り口である橋がかかっているそうです。そこまでも雪の壁に覆われていて、すごく幻想的な道が続いていました。うわー、すごい。橋になってます。この橋を渡るんだ。そうだね。すごい。うわ、風がすごい。寒いなこれ。耳や鼻が寒さでやられますので、帽子ですとか、あとはマスクがこの時は本当にありがたかったです。今からこの橋渡ります。あ、本当だ。後で食べたいな。うわ、街みたいになってきた。ね。ご飯屋さんもやってますね。ここが村のメインストリートだそうです。一番栄えてる通りです。すごい、お店の軒先にこんなつららがすごいです。うわー、屋根の上に1メーターぐらい雪が積もってます。うわ、大変な作業ですね。村の入り口にお店もありましたが、五平餅はここの名物なようです。味のポテトチップス、これいいかもしれない。中には閉まっているお店もありましたが、こういったいろいろなお土産があるお土産物屋さんは比較的空いていました。こちらは飛騨牛の炊き込みご飯、そして飛騨牛のビーフカレー。やはりここでも飛騨牛関係のメニューがとても多いようです。赤い顔をしたサルボボは昔から白川郷のメインキャラクターになっています。サルボボというのは赤い顔をした猿の赤ちゃんからアイディアを得ているそうなんですけれども、今ではご利益によっていろいろな色のサルボボが作られています。
こはやってますね。お土産物屋さんは結構やってますね。山の上にある展望台まで行けるシャトルバスの本数は限られているので、まず白川郷に着いたら真っ先にシャトルバスに乗ることをお勧めします。すごいね。あ、どぶろくなんとかだ。どぶろく羊羹。いいですね。結構食べ物、食べ歩きもありそう。この方がお店が開いてるね。ね、さすがカリスマ観光地ですね。あ、ほら、どぶろく羊羹のお店開いてるみたいです。開館中かな、この和田家ってね、有名な開館中になってますね。後でちょっとまた来たいと思います。まだ住んでるみたい。1本目のシャトルバスは残念ながら満席で乗れなかったため、まずは開館中の和田家から先に観光したいと思います。白川郷の昔ながらの暮らしの様子を見学することができます。家の前に池がある。凍ってる？ちょっとね、表面だけ凍ってますね。倉庫みたいなのもちゃんと。見わなきゃいけないですね。よいしょ。わあ、ご先祖様のお仏壇。うん。合掌造りの家の中に入ってとっても驚いたのが、思った以上に中が広いことです。こちらは観光総裁の時にご家族で使用していた漆塗りの食器です。せっかくなので詳しい説明が書いてあるパンフレットもいただいていきましょう。いろりは料理を作るのにも必要な一家の台所です。この急な階段を上っていくと2階3階、そして屋根裏部屋に行くことができます。すごい急な階段です。中2階ぐらいのスペースに大きな料理用のお鍋がたくさん置かれていました。広い。うわー、屋根裏部屋みたいな。このさらに上がまた屋根裏部屋になる。広い。何世帯なんだろうね。ねえ。この柱みたいな梁、すっごい太い。すごい作り。白川郷の名産の一つにシルクがあって、どの家でも屋根裏部屋で繭を育てているようです。こんな感じでおかゆとかいろんなものを炊いて食べていたみたいです。大きいお鍋。一族みんなで多分大人数で住んでたんでしょうね。さらに上もあるけど、ここは立ち入り禁止になってます。屋根裏部屋です。GoPro の三脚を伸ばして屋根裏だけを撮影したところ、すごく綺麗な三角屋根の上の方まで見ることができました。すごい。でも家も広いし、家族も多いし、なんか楽しそうですよね。やることもいっぱいあって暇しないだろうし。
運よく次の回のシャトルバスにはなんとか乗り込むことができました。シャトルバスに乗れてしまえば約5分ほどで展望台に到着します。この展望台はレストランとお土産物屋さんが持っている私有地となります。みんな白川郷を一望したいので、ほとんどの観光客がこの展望台に立ち寄るのではないかと思います。コロナで観光客も少なく、今はレストランは閉まっているようですが、奥にあるお土産物屋さんは開いているようです。みんな一目散に展望台を目指しますが、なんと一番の見晴らしポイントには有料の写真撮影のスポットが設置されています。この景色を見たい場合は写真を撮って、そして気に入ったら購入することができます。展望台自体はすぐに見終わってしまうので、次のシャトルバスでまた白川郷の村へ戻ります。ちょうどお昼時になったので、早速白川郷の名物料理のレストランに入ります。クマやキジなどこの近くで見られる野生動物の剥製が飾られていました。お店の中にはいろりもあって、民家の雰囲気を忠実に再現しています。由比馬豚というのは最近作られたこの地方のブランド豚だそうです。せっかくなので由比馬豚の味噌焼き定食を頼みました。やっぱそばが白いんだよな。うん。味噌豚。写真撮るの忘れた。たけのこ。ごめんなさい。たけのこも柔らかい。めっちゃ美味しい。たけのこ甘い。はい、チーズ。たけのこうまい。めっちゃ美味しい。だいぶ雪が止んで明るくなってきました。雪が止むとすごく歩きやすいですね。で、雪もふわふわだから足元もそんなに滑らないです。いい感じの建物が見えてきました。すごい、このほんと屋根すごい。神田家、お家の中に神社みたいなのまであります。すごい自前の神社。そしてここが母屋みたいな感じかな。3個大きな塔があるのが神田家ですね。確かですね。はい、じゃあ黙々ですね。そうですね。いろりの煙が黙々です。すごい。この夜間超でかいね。結構このね、本当キャンプファイヤー張りの香りがしますね。これすごいね、匂いがつくんだよ、全部。ね。すごい。そのこのすすがさ、ずーっと上に行って、で黒くなるの。ね、防虫効果とかね。そうそう。腐らなくなったりとか。ここの地下で炎症土っていう火薬の原料が取れたそうです。すごいですね。ここの地下で取って火薬を作る。このお座敷です。広い。大家族ですね、これは。すごい。ここにはやっぱりすごく立派なお仏壇があります。横にはだいたいご先祖様のお写真が飾られています。
ここのお宅は以前素敵な宇宙船地球号のロケで取材が来たようです。よいしょ。スリッパ履かないとかなり足が冷たいですね。独身男性と使用人のお部屋、駒尻と民具の展示。こちら中2階になっています。使用人と独身男性のお部屋だそうです。確かに天井が低いし、ちょっとさっきよりは狭いお部屋になってます。よいしょ、3階。よいしょ。すごい。屋根裏部屋は普通に天井も高くて、すごく広いです。藁で作ったいろいろな民芸品がありますね。わらじとかいろんな種類ですね。ブーツもありますね。ミノ、こんな感じの服装だったそうです。すごいな、この台所道具の大きさと数。本当になんかいろんな種類のメニューが作られていたことがわかります。せいろもあるし、この豆腐箱とかね、すごいですね。石臼とか、おひつ。ご飯を作るおひつがこの大きさですからね。何人前炊けるんでしょう。すごすぎる。そしてお餅を作るきね。すごいね。こんな風にいろりで料理を作っていたみたいです。いろんな種類の本当に猫つぶらがありますね。猫も飼ってたんですね。いろりの日だけでこんなにいろんな種類の食事ができます。屋根ですね。畑仕事をしたりとか、本当に結構みんな一家総出で忙しい生活を送ってたみたいですね。みんなで力を合わせて充実した生活です。さっきのね、いろりの火がここまで届いています。煙の香りがします。よいしょ、もう一つ上。4階ですね。中2階入れたら3階か。うわ、すごい。最上階とか。さらに上がありました。三角の屋根のスペースを本当余すとこなく全部使ってる感じですね。ここには機織り機が展示されています。すごいな。これ機織り機ですね。こうやって一枚一枚手作りで作ってたんですね。やばいですね。さらに上がある。ちょっと一回行ってみましょう。最後の屋根裏部屋は本当に三角の小さいスペースになっています。大人が建てるか建てないかっていう感じですね。いや、すごい。ほんとこれ急すぎる。うわー、危ない危ない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あー、すごい。本当にでもすごい素敵なお家。うわ、窓からの景色。すごい。2階の窓からの景色です。ご近所さんがよく見えます。
ね、全然違う。晴れるとさっきの寒さが嘘のようじゃないですか。この雪の反射もすごく暖かくなりますね。うん。こんにちは。かわいい。噛まないので。もう人が大好きで、うちの犬は。かわいい。丸々座った気持ちいいんだ。気持ちいいな。人が大好きで。何歳？3歳。3歳？まだ3歳なんだ。3歳のメスなんだ。 3歳で、肥満児や。肥満児ね。豚犬や、これ。3歳。4歳。すごい。虚勢したらよけ越えてね。うん。あ、確かにね、そうなりますよね。うちもね、14歳の犬がいるんですよ、柴犬が。あ、そうですか。はい、おじいちゃんなんですけどね。あら、そっかな。私のお母さんが6歳で、この子1匹だけ産んで。まあ、退職、もう本当に。油断も好きのないお母さんのはや食べちゃう。かわいいね。かわいい。よし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 。お名前なんて言うんですか？ミミちゃん。おしっこしたからおしっこせえへんな、まだ。おしっこしてないの？まだしてない。ああ、しないとね。水プリン。何水プリンってすごい。いや、ですね。下の水の部分はプリンの味はしませんの。下の部分はプリンの味しないそうです。どんな味？いや、何の味もしないというか。それ水やん。そうだから水とまさに水プリンってそういうこと？だってちょっとパンフレットには水じゃなくて透明でもプリンの味ですって書いてあったんですよ。そんなことない。食べます。プリンと一緒に食べると、ゼリーやわ。普通のなんか甘いなんか砂糖水のゼリー。一緒に食べると、プリンにこう間違えそうになるけど、ダイエッターのためのプリンです。半分水。普通のプリンよりはるかに食べやすい。軽い。美味しい。本当食べるの早い。ショートカットみたいな。お気をつけてください。おいしょ。あ、さっきのとこ出た広場。すごい景色。白川郷での自由時間は約4時間。バスツアーの中では一番長い方だったようですが、それでもあっという間に過ぎてしまいました。村の中で道に迷いながらも、なんとか時間内にバスに戻ってくることができました。白川郷は車を運転できないとなかなかアクセスが難しいところもあるのですが、今回はバスツアーを利用したおかげで本当に楽に移動することができました。帰りは再び行きにも通った平湯バスターミナルで足湯に浸かって旅の疲れを癒しました。雪道を約4時間歩き続けていたので、この温泉はかなりありがたかったです。それでは最後までご覧くださいましてありがとうございました。またどこかの旅先でお会いしましょう。